おはようございます。おはようございます。斉藤です。斉藤だと思われます。暑い。今日は暑い。やばい。以前にね、ワークマンのテント紹介やってたと思うんですが、今回はまた違うパターンのテントのレビューをやっていきたいと思います。はい。この間と同じく青根キャンプ場で引き続き撮っております。汗だく、汗だくですいません。汗っかきなんでやばいです。ということで今回ご紹介するテントがこちら。こちら正式名称が耐久撥水ピラミッドシェルターです。耐久撥水ピラミッドシェルター。ピラミッドすご。ワンポールっていうことなんですよね。そうですね。はい。ということで、早速ね組み立ての方やっていきたいと思います。はい。はい。それでは本日もよろしくお願いします。よろしくどうぞ。はい。どうぞ。組み立てについてはちょっと大変だった点とかあれば、はい、とりあえず組み立て終わった後、ちょっとお伝えしていきたいなと思います。はい。はい。他にもねいろんなテントの紹介とかキャンプ場の紹介とかキャンパーさんの紹介とかもやってますので。はい、ぜひぜひチャンネル登録の方もしておいていただけたら嬉しいですね。よろしくどうぞって言ってるでしょ。ちっちゃいね、この間より。ちっちゃい。そうそう、だから2人設定で。マットが頭で。仮綱をするみたいな書いてあるんですよね。しかももう2人で立てる前提で書いてあってちょっとまたシカトしようか。一回これをね、一回ちょっと止めれる箇所仮止めしてポール立てちゃおうか。はい。これがいければ一人で立てる。最初にこことここ3点、あと一番後ろ3点を止めてポールを立ち上げました。そしたらまず立ち上げは簡単にいったよね。はい、簡単でした。で微調整しながら今この五角形の部分ここら辺をペグ抜きながらとかになっちゃったけど微調整しながら止めました。あとここの後ろの部分、後ろどっちが後ろなんか微妙なんだけどなんだけどでもインナーがこっち側来るからね、ポールを立てていきたいと思います。ロープは縫い目に沿って引っ張ってください。どっか変な形に変わる。まあいいか。はい。待って、もうポールはついてない。これでそうですな、多分。なるほどね。でも出来上がり。出来上がりました。早い。完成です。可愛いです。すごい。ちょっとお疲れ。お疲れ。ノンアル。ということでこんな感じになりまして、はい。いいじゃんこれ。
なんかさ面白い形でさ、面白かった。でこれ特徴としては、ワンポールなんですけど、やっぱこの後ろ側、この後ろからの形をね、こっち来るとこんな感じで神殿みたいになってるとだからピラミッド。なのでインナーがかなり広く取れてるっていう。これは家族で寝れますよ、ね。4人3人いい感じですねこれ。でちょっとハルピンじゃあ入ってもらって、こんな感じで広いな。すごいな。ランタンフックある、上にちょっと三角メッシュみたいながありまして、ポケットがあって、でも4人いけますねこれ。と思います。なんか推奨は2だっけ3だっけって書いてあるけど、私的にはなんかうわって4人で寝れるんじゃないかと。真ん中ワンポールなんで高さも結構取れてるっていう感じで。そうですね。そこなら立てるんじゃない。あ、立てるね。立てる。ここがドレープしてます。ドレープ。で前室があります。ちょっと多分ね、本来止めなきゃいけないところ止めてないね。あ、ここですね。これは本当はここに。あ、そうしたらだいぶ違うじゃん。はい。ちょっと止まってなかった。こんな感じになりますと。はい。インナーだいぶ広い。めっちゃ広い。で、あっちもこっちもメッシュになるんで。あっちもこっちも。感じです。いいですね。なんかこう写真撮るにもこうなんとなくこの感じとか。そうだね。あとやっぱメッシュが大きいので、風通しはあります。そうだよね。それが嬉しい。じゃあ一回ちょっとそのメッシュ閉めていただいて、で外はまあもちろんこの、あ、ここもこう止めれるんだ。もう一段階。あ、なるほど。もうちょっと広く、ちょっと止めようか。ここ止めた方が。はい。今立てた感じのこの大きさっていうか、側の大きさに比べると収納した時のバッグはちょっと小さめだったんで、そうかも。なんか驚きです。そうかも。こんだけ中で休めれるのにって思うと。ね。で結構今ちょっとテーブル一回どかしてもらって。ここが前室ということになるんですけど、ちょっと閉めた時どんな感じかちょっと閉めてみようか。はい。よいしょ。閉めます。こう寝る時こうやって中から、あ、こういう感じに。ここ煙突穴です。はい。でも多分ね、ローチェアとかにすれば、結構低めに行けば見やすいんじゃないかな。あ、いいね。ただまあ風通しは全部閉めちゃうと、まあないっちゃないんですけど。暑いね。出ますか。出ましょう。はい。ということで、いいテントでした。いいテントだったね。はい。で、一つね思ったのはこのインナーがなくてもシェルターとして使いやすそうだなと。私も思ったんで、ちょっとね実際のキャンプではインナーレスでやってみようかなっていうふうに思いました。なんか中で過ごす時間がそんなにないから、2人だけ寝れるだけのちっちゃいテントを入れ込んで、ちょっとこの中を広く使って、外にいる空間を広めにっていうのねできたらいいよね。撮りたい。できそうです。なんか楽しそう、アレンジが。確かに。そんな感じで汗びちょで申し訳ないんですがほんとやばい。ということで以上ね、こちらのピラミッドテントのご紹介でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。他にもねいろんなキャンプの動画等々やっておりますので、ぜひぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。よろしくどうぞ。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなり。ありがとうございました。回答だと思いますでした。はい。あ、いやー。しんどいな。オールフリーがうまい。暑いな。ありがとうございます。